はい、今日も一緒に勉強していきましょう。今日は Unity でムービングライト、こんなやつですね。今ライトシャフトと呼ばれる光の筋も入っていますけども、これを解説していきます。非常に簡単に作れますし、今回処理もめちゃめちゃ軽いです。演出系の表現にも応用できますので、今日の動画でマスターしていきましょう。それでまずこんな構成を作ります。エンプティを親に置いて、これをジョイントの役割として使っていくっていうのが、Unity のコツの一つになります。慣れるまでは難しいですけどね。それでこのライトカバーとライトソース、これは光る部分でライトのカバーなんですけども、これは単純にビジュアルを良くするためのものになりますので、紙の上では解説がないです。解説していきません。後ほど Unity で一緒に動かすときに一緒にチェックしましょう。それでライトシャフト、光の筋ですね。こちらはクワッドで表現していきます。それで座標軸ですね。グローバルと、今回親イコールグローバルなんですけども、グローバルと1番の座標軸と2番の座標軸はちょっとクワッドなのでオフセットしている状態からスタートするんですけども、グローバル座標軸に対してこの1番の座標軸ですね、この初期値をオフセットさせることで、この塊全体のベースとなるポジションおよび姿勢を決めていきます。絵を描きやすくするために今グローバル側を傾けてますけどね、同じことになります。それでムービングライトの動きはこの1番にスクリプトをアッドして実現していくんですけども、今回作りたい動きは自分の軸、つまり1番の軸周りにローテーションをさせていきますと。でこの時に X 軸周りの回転、こうすると前後に動くんですね。で Z 軸周りにぐるっと回転させると、だから左右に動くわけですけども、今光軸、光の軸がこの Y 軸上にあるので、 Y 軸周りの回転っていうのはムービングライトの動きとしては不要ということになります。ビルボーディング処理、このクワッドを常にカメラの方を向かせるためのビルボーディング処理の時に Y 軸周りの回転使っていきますね。それでこのクワッドなんですけども、マテリアル当てた時にテクスチャーはマイナス Z 側、片面にしか出てきません。この点注意しておいてくださいね。それでスクリプトですけども、まず初期オフセットを保存しておいて、アニメーション成分は X と Z のみです。そしたらトランスフォームドットローテーションがこんな形になりますね。クォータル用の掛け算出てきましたけども、順序は大丈夫ですかね。もし怪しい方はですね、以前の動画チェックしていただきたいんですけども、作用する順番は後ろから前になります。親、今回は親イコールグローバルですけども、親と自分の軸が一致している状態からまずアニメーション成分を作用させて、その後に初期オフセットが作用していくと。結果として自分の軸、1番の自分の軸周りにアニメーションする動きになってきます。そして今回土標はグローバルです。土標と言っているのはどの座標軸で各数字が表現されているかということになりますね。自分自身は自分自身の土標にはなれない点には注意してください。で今回は親イコールグローバルなので、ここローカルローテーションというふうに書いても、結果としての動きは同じ動きになるんですけども、土標グローバルで動きを考えていっているよというところを明示するために、ここのグローバルでトランスフォームドットローテーションにアプライしていってます。ロット X とロット Z についてちょっと見ていきましょうかね。コサインで動きを作っていくんですけども、コサインのカーブですよね。それで、一周期が角度でいうと0から360度になるわけですけども、横軸時間にしたいので0から周期 t になりますね。で、だからこういうふうに表現していくんですけども、この α が初期位相になります。デグリーとセックの対応をまとめておきますけども、デグリ360度1周期ずれるっていうことは、すなわち時間軸でいうとラージ t1 周期分ずれていますという対応になりますね。なのでデグリでファイ度ずれてるっていうことは、時間軸でいうと360分の φt ということになります。それでムービングライトの動き、いろんな動きが考えられますけども、今回一例として例えば8の字の動きを考えてみましょうかね。こんな動きをさせていこうと思うと、
左ネジの方向がプラスであるっていうことに注意しながら、ここからスタートしたとして Z と X それぞれ考えていきましょう。まず Z については Z、これ横方向の動きになりますよね。左ネジだからここからスタートすると最小ですよね。最小のアングルからぐーっと最大まで行って最初まで戻ってきて元の位置という動きなので、これアングルですけどね、こういう動きになります。でその時に X 側前後の揺れの方はどうなるかっていうと、こっちが左ネジが正なんだから、まずこういくとしたらプラスに1回触れて0、マイナスに触れて0、もう1回プラスいって0でマイナスいって0だから、この間に2周します。Z と X それぞれこんな動きになりますね。それで位相をどう表現していけばいいかっていうと、まず Z はコサインのスタートってここなので、全体が360度ってことはこれ180度ずれていますと。なのでこういうことですね。振幅をかけてあげて、コサイン 2π のこの形、360分の φ、これが180度ということですね。で、X 側はこっからここまでで360度なので、コサインのスタートここなんだから、90度ですよね。90度ずれてるってことは、こういう形になります。90度。それで t、tz、tx はそれぞれ周期なんだけども、今、こっちの方が長いですよね。だから、例えばですけど tz が10秒ですって動くとしたら tx の方は半分の動き周期になりますね。でこれでムービングライトの基本的な動きはできたんだけども、今ライトシャフトをクワッドで表現していますと。で最初にもちょっとお伝えしましたけども、クワッドっていうのはテクスチャーが片面にしか出てきません。マイナス Z 側にしか出てこないのと、あとはムービングライトでブンブン回したりするので、動いた時に常にテクスチャーが出ている面がカメラの方を向いてほしいわけですね。だからビルボード処理をちょっと入れてみましょうかね。こんな補助平面を考えていきます。この補助平面は何かというと、自身1番の座標軸の Y、アップ座標、アップベクトルを方線に持つ平面ですね。これを考えてあげて、例えばカメラがここにあったとして、この DIR ベクトルっていうのをここから取ってあげるわけですね。で、ここからこの平面に垂線を下ろしてあげて、だから DIR ベクトルをこの平面に対して斜影ベクトルを取るってことですね。で、これが I フォワード。I フォワードの I は何かというとインバートなんだけども、インバートフォワードベクトルがここで取れるわけです。今ちょっと言い忘れましたけども、X と Z の周りに対する回転っていうのは今ムービングライトで使っていて、だからビルボーディング処理はここは入らないわけですね。で Y 軸周りの回転のみでカメラの方を向かそうとしてるんだけども、その時にどうすればいいかというと、DIR ベクトルを取って斜影して、でテクスチャー面がこのマイナス Z 側にのみ出ているので、フォワードベクトル、1番のフォワードベクトルがこの I フォワードの逆を向いてほしいわけです。それで Y ベクトルは保持キープですね。こういう風にしてあげればビルボード処理ができるわけですね。ちょっとスクリプトで書いていくと、DIR ベクトル取ってあげたら、I フォワードはトランスフォームドットアップ、1番のアップベクトルを方線に持つ平面に対して DIR ベクトルから斜影ベクトルを作ってくださいと。それすなわち I フォワードですということですね。そしたらトランスフォームドットローテーション、グローバルローテーションはクォータニオンドットルックローテーションのフォワードベクトルが I フォワードの逆側で、アップベクトルはキープ、トランスフォームドットアップをキープする。こういうことになります。それで、もしカメラが Y 軸上にあった場合っていうのは、斜影すると、これ0ベクトルになるわけですね。で、この時っていうのは Y ベクトル、Y 軸周りにいくらぐるぐる回転させてもカメラの方向を向くことっていうのは不可能なので、この分岐が必要ということになります。ここのトランスフォームドットアップはトランスフォームドットペアレントドットアップではなくて自身のアップですからね。この図をよく見て間違えないように気をつけていってください。土俵はグローバルなんですけどね、混乱しがちなので注意したいところです。それでこれで
ムービングライトのアニメーションがいくらぐる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 動いても常にこのライトシャフトがカメラの方向を向いてくれるんですが、これを書いといてなんですけども、Unity で実際に動かすとちょっと不自然な動きになってしまいました。常にカメラの方を一生懸命見ようとするのでくる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 回るんだけども、ぐるんって回る瞬間が見えてしまいましたね。なので、じゃあどうすればいいかっていうと、このクワッドをちょっと書き直してみましたけども、今問題は何かっていうと2つあって、1つはクワッドってテクスチャーが片面にしか出てきませんよねっていうこと。それからもう1つはムービングライト動作でこれがぐん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 動くので、たとえ両面にしたとしても角度によっては見えなくなっちゃうよねっていう2つ問題があって、で1つ目についてはどうすればいいかというと、今マイナス Z 面、こっちが紙面でいうと手前側にのみテクスチャーが出てるので、180度回してあげて裏側にクワッドをもう1個追加してあげればいいんですね。Y 軸周りにくるっと回したやつをライトシャフトの0度とライトシャフトの180度、これで今2枚なんだけども、さらにこうですね、90度回してあげると、これも追加してあげるとムービングライトアニメーションでぐん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 動いてもちょっと角度がずれても見えるでしょうと。でさらにこの裏側も必要なので、こうですね、クワッドを一面だけ使ってなんとかビルボーディング処理でカメラの方向をいつも向かせようとするのではなくて、このビルボード処理も省いちゃって削っちゃってシンプルに4枚クワッドを並べると、この方が結果的には良かったです。ちょっと Unity の方に移って確認していきましょう。一緒にじゃあ Unity で見ていきましょう。今日も GitHub にアップロードしておくのでチェックしていただきたいんですが、まずスクリプトですね。これ紙の通り実装されてます。で Unity 側来て、ゲームオブジェクトも紙の通りの構成をとっています。で2つ今並べてるんですけども、これはビルボード処理が入っているクワッド1枚で実現して、かつビルボード処理が入っているものと、クワッド4枚でライトシャフトをシンプルに表現してあげて、ビルボード処理は入ってないものが並んでるんですね。でこれをじゃあもう動かしていきますかね。動かしちゃいますね。こっち側がビルボード処理が入ってる方ですね。こっちは入ってないやつです。動かします。ぐるんくるんっていうところですね。今のこっち側の8の字はまあいいんですけど、こっち側からこういって一生懸命カメラの方向を向こうとするとくるんって回っちゃうんですね。これがちょっと不自然ですよね。一方こっちは0度、90度、180度、270度の4枚のクワッドで表現してますけども、シンプルにいいですよね。ということで結果を見ると一目瞭然で、シンプルな方が良かったと、自然ですねということで、せっかくビルボード処理は書いたんだけども、シンプルの方が良かったっていう結論になります。ちなみにこのシーン、この光の表現のとことかでね、ポストエフェクトのブルーム使ってますけども、こちらもポストエフェクトについては今日はちょっと説明せずに、機会があれば別の動画で解説していきます。ということで、ムービングライトの解説としては以上になります。はい、いかがだったでしょうかね。光の表現といってもオブジェクトとしてのライトを使っていないので非常に軽くて使いやすいはずです。今日の内容でビルボード処理を入れずにシンプルな形で実現した方が表現として自然だよねっていう箇所もありました。エンジニアの方はですね、ついつい特に自分が実装した場合には見た目が多少悪くても複雑に実装した方を採用しがちなんですけども、そこはフラットな目でジャッジできるように心がけていきましょう。ということで本日の内容は以上です。お疲れ様でした。